はい、皆さんこんにちは。ゆきです。今日もですね、ボスの楽しいエフェクターを紹介していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。今回はこちら。ボスの FRV1 を紹介します。これはですね、2000年代にですね、ボスとフェンダーがコラボしたレジェンドシリーズっていうボスのコンパクトペダル集がありました。ボスのコンパクトペダルでそのフェンダーの名作アンプの音を作ろうというコンセプトがありました。今回紹介するですね、このフェンダーリバーブ RV1 の他にもですね、フェンダーのデラックスリバーブですね、こういうのとフェンダーのベースマン、この3機種がありました。こんな感じですね。この3機種が、ありました。もうね、これ全部生産完了品になっておりまして、中古で探せばものはあるので、欲しい方は今のうち揃えてみてください。フェンダーのコラボレーションということで、とにかく気合が入ってたんだろうなっていうところが、随所に見受けられます。つまみの記載の仕方や、この塗装ですね、この筐体の塗装なんかも本当にこだわって作ってるんだなっていう感じがします。もちろんサウンドもフェンダーのね、チェックを受けて、これで出していいよっていうところまでですね、製品を追い込んでると思うので、非常に期待ができます。今回紹介する FRV1 フェンダーリバーブなんですけれども、これっていうのは63年のフェンダーリバーブ、フェンダーのリバーブボックスですね。ツインリバーブのようなリバーブ搭載型のアンプとは別にですね、昔はリバーブボックスって言って、そのリバーブ単体のユニットがあったんですね。それがフェンダーリバーブ。フェンダーリバーブっていうのがこちらなんですけど、これは61年に発表されて様々な楽器で使われたり、ボーカルのリバーブとしても使われたみたいです。特にその中で相性が良かったのがやっぱギターサウンドということで、サーフミュージックやカントリー、ブルースで多方面で使われて、特にねサーフミュージックではもう欠かせない音になったというところですね。その後にどんどん出てくるスプリングリバーブの原型を作ったようなリバーブボックスです。それがフェンダーリバーブで、今回はこれはここに記載の通りですね、63年のモデルをシミュレートしたものです。61年に発表されたフェンダーリバーブなんですけど、特に63年のものが評価が高かったというところがあって、63年をシミュレートしているみたいです。で、同年ですね、63年に発表されるフェンダーのツインリバーブっていうのが今もありますよね。あれはギターアンプにリバーブが内蔵されている、アンプなんですけれども、そのリバーブ内蔵のギターアンプの、サウンドの、ベースを作ったっていうのが、これですね。このフェンダーリバーブっていうことですね。で、スプリングリバーブって言ったら、結構ね、大変なんですよね。フェンダーリバーブは、そのスプリングリバーブのリバーブユニットっていう形で、大きなアンプみたいなリバーブユニットとして、存在するんですけど、マーシャルだったり、他のアンプでもそうですけど、ツインリバーブもそうですけど、中にバネが入ってるんですよ、バネ。バネがあって、でそれがですね、シャーンシャーンとなって残響音が残るっていうような仕組みなんですね。でこのフェンダーリバーブっていうのは、そのバネと真空管によってスプリングリバーブのサウンドっていうのを得ている構造です。スタジオにあるアンプなんかでも、スプリングリバーブを搭載しているアンプって非常に多いと思うんで、試したい方は、いろんなアンプで試してみてください。ということでですね、そういうリバーブユニットを搭載するってなると、なかなか大変なわけなんですよ。これはコンパクトのこのサイズでできるっていうのはめっちゃいいですよ。もちろん、モデリングなんですけど、デジタルのモデリング処理なんですけど、前にこの動画で紹介したみたいなフリントとかもそうですよね。スプリングリバーブの音をデジタル処理で再現してるっていう感じですね。で、これをアナログでやろうと思うとすごく大変なんですよ。リバーブ搭載のアンプを毎回持ち運ぶのかとかになっちゃうので、こういうデジタル処理のモデリングっていうのは、非常にですね、使い勝手がいいのかなと思います。ただ、アナログみたいに叩いて、シュワーンって中でバネがなってるみたいな、そういう面白いことはできないんですけど、でも壊れにくかったり、安定してるのかなとは思います。コンパクトのスプリングリバーブで言うと、アナサウンズのリバーブユニットがありますよね。スプリングが別で箱に入ってて、それと別にエフェクターがあって足元でエフェクターとして使うみたいな。それでちっちゃいものがあればいいんですけど、なかなかないので、こういうもの、モデリングのスプリングリバーブを使うっていうのは非常に使いやすくていいのかなと思います。ということで早速音を見ていきましょう。はい、ということで早速音を見ていきたいと思います。ES335 からですね、エフェクターにつないで、そこから、アンプ THR から、マイクで拾っています。はい、まずはバイパスの音ですね。はい、じゃあ全部12時の状態でオンにします。いいですね。わかります？このピャッピャッベシャッペチャッペチャっていう感じいいですよね。まさにスプリングリバーブの音って感じですね。ペチャッペチャッペチャっていうのはね、アナログのスプリングリバーブの感じがすごいします。このピャッっていうのがいいですね。音の感じとしてはですね、まさにスプリングリバーブって感じなんですけど、音の方向性としては、ハイに結構、このピシャッっていうパーカッシブな音が残って、やっぱハイが強めの感じですね。残響がジャリーンとハイに
ピャッって音が出されるので、華やかな、ハイファイな、音なイメージがあります。でその感じがですね、ちょっと、昔っぽいイメージになるのかなと思います。結構ね、サーフ系とか、によく使われる音だと思います。で、自分はそういう音があんまり馴染みがないのでですね、このピッっていうシャッっていう音もすごくいいんですけど、どっちかというと抑えながらあったかいイメージで使いたいかなっていうところはあります。でもいい音だと思います、非常に。じゃあつまみを回していきましょう。まずは、この一番左ですね、このミキサーつまみっていうのがあります。ミキサーつまみは、ダイレクト音とリバーブ音のバランスを調整します。なのでですね、右に回していくと、リバーブ音が大きくなります。リバーブ音がすごく大きくなりますね。で、原音は弱くなってる感じですね。はい。で、こっちに振り切ると、はい。完全にリバーブ音がなくなって、なので、リバーブ音のバランスの調整をすればいいかなと思います。次、こっちのデュエルつまみですね。でこれに関してはですね、リバーブのキャラクターを調整します。右に回すとリバーブの音量が上がって、スプリングリバーブらしい華やかな音になります。ピシャッピシャッって音が華やかで気持ちいいですよね。これを弱めていくと、こちらもリバーブの音がなくなっていきます。もちろんミキサーつまみでは、原音とダイレクト音の調整なんですけど、こっちはリバーブのボリュームの調整って感じですね。でこのスプリングリバーブ特有の音、このピシャっていう音は、このデュエルつまみでやっぱ強くなるので、このピシャ音が嫌な人は、ちょっとこれを絞ってあげると、ピシャ音がなくなっていくと。ちょっと弱くなっていく感じですね。はい。という感じです。で、トーンは分かりやすいですね。そのまま、いつもと一緒ですね。中央が標準で、右に回すと、ちょっとハイが上がった、きらびやかな音になっていきます。ハイが上がるので、そのピシャ音がだいぶまだ強調される感じになりますね。こうやって上げるとだいぶ。だいぶ強調される感じになります。で、次ですね。こいつを反対側に回していきます。はい。と、ハイが落ちて、ちょっと温かみのある音になりますね。ピシャッてした音がだいぶハイがなくなるので、なんか弱く聞こえるので、あったかい感じになります。なので、この辺も、含めてですね、バランス調整ができるかなと思います。なので、このピシャ音とハイの感じを、どううまく使うかっていうのが結構ポイントになってくるかなと思います。僕はですね、ちょっと全体下げつつっていう感じが好みです。このちょっとピシャ音が残る感じで、だけど、そのピシャッとしすぎず、ちょっとあったかい感じも残しつつっていうのが好きですね。はい。こんな感じで、ちょっとやんわり使うのが好みです。
はい、こんな感じのサウンドです。いい音ですね。はい、ということでですね、ボスのレジェンドシリーズの一つ、FRV1 フェンダーリバーブを見ていきました。めっちゃいいですよね。スプリングリバーブ好きな人には全然使えるんじゃないですかね。僕はこれ結構好きで、最近よく使ってます。なかなかね、ちょっと最近物がないみたいで、結構中古市場で値段が高騰してるんで、そうですね、どうしても欲しいっていう方は中古になっちゃうんですけど、値段がめっちゃ上がっちゃう前に、今も上がってるけど、買うのもいいんじゃないかなと思います。現行品で欲しいんだったら、やっぱり今は僕個人はですね、このフリントがめっちゃおすすめです。ということでね、今回はボスのレジェンドシリーズ FRV1 の紹介でした。なかなかね、この当時のボスっていうのはこうやって、今もですけど、すごい面白いことしてくれますよね。ボスはね、こうやってね、いろんな面白い取り組みをしてくれるので、これからもいろいろ楽しみにしていきたいと思います。ということで、本日もありがとうございました。次紹介するペダルについて、軽く触れておきたいと思います。次紹介するのは、こちらC2W です。昔の C2 のですね、ワザクラフトで再現したバージョンで、CE1 モードとか、ビブラートモードが入ってるっていうね、優れものですね。次回はこれについて、紹介したいと思います。僕のチャンネルではね、こんな感じで、ボスのエフェクターの紹介だったり、ボスの以外のエフェクターの紹介だったり、あとはギターの紹介だったり、ハンドマンのエフェクターボードの話なんかもしてるのでね、新しい動画をどんどん作っていきますので、通知が行くようにですね、チャンネル登録を、していただけるととっても嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、本日はボスのレジェンドシリーズ、フェンダーリバーブ FRV1 の紹介でした。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。